平凡な家族たちが夢のセカンドハウスのため、築50年超えのボロ古民家を買いました。100日間での完成を目標とし、DIY でリノベ、リフォームをしています。じじ、ばば、私たち、子供たち、3世代、3世帯家族による古民家再生物語です。こんにちは、みつです。親子3世代で古民家を購入し、DIY でリノベ、リフォームをしています。隣の桃畑に実がなり始めて、農家さんは忙しそうに作業をしています。今は摘果の段階のようで、かなりの数の実を落とすみたいですね。あと2週間もすれば、収穫が始まる品種もあるようなので、今からとても楽しみです。さて、DIY の方ですが、前回、壁、天井に漆喰を塗り終えました。汚かった壁が白くなることで、明るくなって、これだけでも結構雰囲気が変わりました。あと残す作業は床にフローリングを貼ることです。これが終われば、この部屋はほぼ完成です。この日のために、早々に購入しておいた、無垢フローリングです。北欧のパイン材で、たまたまネットの決算セールで、超激安で購入できました。厚さは 2.1 センチと、やや厚めのフローリングです。床用接着剤、段取りビス、隠し釘を使っていきます。もちろんフローリング張りも人生初挑戦です。果たしてうまくいくのでしょうか。まず、いずれ薪ストーブをここに設置予定なので、その部分はフローリングを貼る必要がないので、あらかじめ木で囲っておきます。では最初の1列目を貼っていきましょう。フローリング張りは最初の1列目が一番重要だと言われています。古い家だと水平直角が正確に出ていないので、部屋の中心から寸法を測り、2列目の張り始めの隅を出しました。1列目はこの線に合わせて幅をカットしていきます。接着剤を塗って、サネの部分にビスを斜め打ちし、固定していきます。この部屋は縦長なので、本来、長手方向に貼っていく方が見栄えは良いですが、根太に対して垂直に貼っていくのが正解のようなので、今回はこの方向で施工していきます。1列目の張り始めのみ、隠し釘も使って固定していきます。2列目も同様の作業ですが、無垢フローリングは季節により伸縮するので間にスペーサーを挟みます。今回はたまたまあった梱包用の PP バンドを短く切って使ってみました。当て木をしてハンマーで叩いてフローリングをはめていくのですが、初めのうちはサネとサネがうまくはまらず苦労しました。事前にネットで動画を何度も確認し、入念なイメトレを重ねて臨んでいるのですが、やはりやってみないとわからないことは多いですね。何事も経験だということを思い知らされます。あとはひたすらこの作業の繰り返しです。約20畳ほどの部屋ですが、2日間で張り終えるのが目標です。今回は最後まで一人 DIY ですが、果たして何日かかるでしょうか。要所要所でこういった窓枠や柱などの凹凸に合わせてフローリングを切り欠く必要があるので時間を取られます。初日は勝手がわからなかったこともあり、全く進みませんでした。この時点で2日間で終わらせるという計画の雲行きが怪しくなってきました。
1日目の疲れが足腰に来ています。ずっとしゃがみっぱなしで作業をしていたのがあだとなりました。少しでも軽減できたらと、折りたたみの椅子を用意してみました。こんなものでもないよりかはマシかと思います。作業の遅れを取り戻していきましょう。2日間で張り終えるという計画が甘かったです。まさかこんなにも時間がかかるとは。3日目の今日で何としても終わらせる覚悟です。3日目にしてようやくコツをつかみました。フローリングを膝を使って押さえるようにしてハンマーで叩くと簡単にはめ込むことができます。ちょっとしたことですが、これだけで作業スピードが一気に上がりました。こんなはずでは。あと少しだったんですけどね。翌日に持ち越しになってしまいました。でも今日で間違いなく終わります。最後の力を振り絞って頑張ります。この辺りから作業スペースが狭くなってきて、ハンマーが叩きにくくなってきました。最後の難所です。段ボールに排水管をかたどり、フローリングに移し取ります。あとはジグソーでカットすれば。最後の一列は光付けという方法でやってみます。フローリングの端材を壁に押し当てながらスライドさせて墨をつけていくとぴったりの寸法を割り出せるということです。そして最後の一列をはめるのが難しいんですよね。足を斜めにカットしてみたり、2列一気にはめる方法など、いろいろやり方はあるみたいなのですが、ここはどうせキッチンが来て見えなくなってしまう部分なので、サネを落として上からかぶせてしまいます。難しいことに挑んで時間を消費するより、この方が楽で確実です。これで全てのフローリングを貼り終えました。光付けでカットした駒もぴったりはまりました。
最終日は半日ほどで終わったので、トータル3日半ということですね。当初の予定より時間はかかってしまいましたが、すべて貼り終えて、ものすごい達成感です。激安フローリングとはいえ、ちゃんとした木材なので、気の良い香りがします。この面積で、10万ちょっとで済んだので、かなり安いのではないでしょうか。購入当初と比較すると、雲泥の差ですね。これでこの部屋は完成です。と、言いたいところですが、キッチンがまだ未完成です。ここまで来たら、キッチンもすべて作りますよ。すでに頭の中にイメージはできておりますが、その様子はまた次回ご紹介しますので、楽しみにしていてください。このチャンネルでは、DIY 素人3世代家族が100日間での完成を目標とし、古民家の改修を行っています。皆様の反応がモチベーションになりますので、チャンネル登録、コメント、高評価などで応援していただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。